和み、秋が見えて、そろそろ紅葉が進み出しました。そこで紅葉の進み具合を見にやってきました。今回はどこに行ったのだ？やってきたのは群馬県と長野県の県境近くの横手山です。横手山は上信越高原国立公園にある志賀高原の南東端にあります。横手山山頂へはスカイレーターとリフトを乗り継いで登ることができます。スカイレーターは屋外型の動く歩道で全長200メートル、標高差35メートルを約5分で移動できます。かなり傾斜がきつくてスピードもあるので乗車時は手すりをしっかり持たないと怖いぐらいでした。気をつけて乗るのだ。この日は天気も良くてスカイレーターからの眺望はとても素晴らしいものでした。見とれるほどの景色なのだ。5分ほどで終点に着きました。スカイレーターは1本しかないため上りと下りが交互に切り替わります。この辺りにいる人たちは下りになるのを待っていました。ここからの景観も見応えあります。ここもいい感じなのだ。横手山山頂に向かうため次はスカイリフトに乗り換えます。スカイリフトは全長約400メートル、標高差約200メートルで乗車時間は約6分でした。スカイレーターと比べてかなりの急勾配です。ここをリフトに乗らずに歩いて上がるのはゾッとします。リフトに乗っている間にだんだん雲が増えてきたのが気になります。山の天気は変わりやすいのだ。リフトの山頂駅に到着しました。最初は展望台の満天ビューテラスに上がります。さすがに展望台からの眺望は見応えがあります。展望台には我々と同じく見物に来た人がいました。この展望台は標高2307メートルにあります。まだ紅葉はそれほど進んでいないようですが、緑のグラデーションも綺麗でした。思わず見とれるのだ。でも雲が出てきたのでギリギリセーフでした。続いて展望台の隣にある横手山頂ヒュッテにやってきました。ここは雲の上の食堂として有名で、毎日手作りされる焼きたてパンが人気です。それではヒュッテの中に入ってみます。
ここには宿泊することも可能です。そしてここが食堂です。残念ながらこの日はパンはすでに売り切れでしたが、ランチはいただけました。ランチはいろんな種類がありましたが、セットでパンもいただけました。どれも美味しそうで選ぶのに悩むのだ。ランチはボルシチスープとパンを選びました。相方はキノコスープとパンにしました。標高が2300メートルを超えていて、10月前半でも外の気温はかなり寒く、熱いスープは体が温まってとても美味しいです。なんか汚くなっちゃった。相方と交換してキノコスープも食べてみましたが、こちらも良い味でした。すごいあったかいパンも食べてみると温かくて柔らかく、とても美味しかったです。パン美味しい。どれも全部とても美味しかったのだ。美味しそう。美味しそう。体も温まり、お腹も満たされたので次に行きます。外に出るとキャタピラがついたバギーが止まっていました。これらはヒュッテの宿泊者などの送迎用だそうです。下山の前にもう一度展望台に登ってみました。食事の間にすっかり雲に覆われてしまい、全く景色が見えなくなっていました。別角度から見てもほとんど景色は見えませんでした。先に景色が見れてラッキーだったのだ。リフトで山を下っていると、なんだか雲の中に入っていくように感じます。しかしリフトの到着駅が見える頃にはかなり雲が薄れてきました。続いてスカイレーターに乗り換えます。先ほどよりも雲が減り、見晴らしが回復してきました。下りの終点になりました。少し緊張します。転ばないでよかったのだ。横手山ドライブインにも寄ってみました。横手山ドライブインは日本一標高の高い国道沿いのドライブインとして有名です。ドライブインの1階はお土産売り場、2階は展望レストランです。それでは中に入ります。中はかなり広く、キャラクターグッズをはじめ地元の酒類、T シャツや登山用小物、信州の漬物やコラボ商品、信州そばなどの定番商品、ライチョウのバッジやキーホルダーなどが売られていました。お土産がいっぱいあったのだ。
こでも記念品としてスタンプをゲットしました。スタンプは手軽に集められてとてもいいのだ。それでは本日の宿に向かいます。が、その前にちょっと寄り道をします。さすが見物客がたくさん来ています。日本国道最高地点の石踏みです。石踏みの大きさは相方と比べるとこんな感じです。渋峠にある最高地点からは吉ヶ平湿地群を一望できます。すごい絶景なのだ。この日の宿がある万座温泉に向かいます。この時は白根山の噴火警戒レベルが上がっており、志賀草津道路は万座三叉路からが通行止めになっていました。宿の様子は次回にご紹介いたします。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。